はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今日は僕のお気に入りのホーンセクション音源をご紹介します。では、行ってみましょう。はい、誰も興味ないかもしれないんですが、音源を紹介する前に僕の音楽的な遍歴を少しお話ししますね。僕は大学時代ずっとスティービー・ワンダーやインコグニート、タワー・オブ・パワー、ブランニュー・ヘビーズなどのソウルファンク、アシッドジャズ系が好きでバンドをしていた関係もあって本体が大好きなんですね。かといって本アレンジに詳しいわけじゃないんですが、なので自分の曲を作る時もかっこいい本音体を入れたいなと思いまして、ファンク系にねよく合う本音源は、もうしょっちゅう探してるんですよ。でそんな時に出会ったのが今日ご紹介しますビッグフィッシュオーディオさんのヴィンテージホーンズです。こちらの音源ね、あんまり細かいアーティキュレーションはないんですが、その分手軽に使えて音もいいのでお気に入りで使ってますし、コンタクトを持ってなくても無料のコンタクトプレイヤーで使えるという点も大きいですね。でちょっとエクスプレッションも効かないのが少し不満はあるんですけども、キースイッチがだいたい6つほどあって双方を切り替えて、使うことができます。で今回ご用意した参考音源はトランペットとトロンボーンを1オクターブ違いでメインフレーズとして、でアルトサックスとテナーサックスをコードトーンで、3度と7度を奏でるような感じにしてあります。そしてバリトンサックスをベースラインとして使ってあります。コード自体は E9 一発の、本セクションという感じで作ってあります。であと一応この音源はですねセクション用の音源なんですがソロっぽい感じにも使えなくはないので、ソロフレーズバージョンもご用意しました。そんな感じで、いきたいと思うんですが、前置きはこの辺にして早速音を聞いてみてください。まずは E9 ス一発のホーンセクションからどうぞ。はい、ブラスセクションだけを聞いていただきました。いかがですか？結構いい感じの音をしてるなと僕は思うんですけれども、セクション音源だとね他にもね有名な音源あるんですけれども、僕はこのヴィンテージホーンズがファンク系によく合ってて、大好きなんですね。ではですね、これにベースとキーボードでドラムをつけて一つ形にしましたので、そちらを聞いてみてください。はい、バンド形態にするとこんな感じなんですが、少し音源の方を紹介しますね。こちらですね、いじれるところがテープサチュレーターの調整のつまみとオンオフのスイッチですね。でイコライザーがですね広域の調整とオンオフスイッチで、リバーブの調整とオンオフスイッチで、そのリバーブのタイプを選ぶことができるようになっています。でアーティキュレーションなんですけれども、まずはロングノートで、次にショートノート、ショートスタブ、フォールオフ、スウェル、フォールザンド、でトランペットのハイレンジだけなんですけれども、シェイクが入ってます。
それ以外の楽器ではこのシェイクはない感じですね。他のキースイッチは共通な感じでなってます。はい。では次に、こちらのヴィンテージホーンズはセクション音源ではあるんですが、割とソロっぽいことにも使える音の良さがありますので、ちょっとソロフレーズをご用意しました。で、コード進行は有名な Just a Two of Us の進行を意識して作りました。で、コードを一応鍵盤で軽く鳴らしながらソロフレーズを鳴らしてみたいと思います。まずはトランペットから聴いてみてください。はい。では次にアルトサックスを聴いてください。楽器ごとの調整は、多少していますので、その辺はご了承ください。では次にテナーサックスをお聴きください。では次にバリトンサックスをお聴きください。では最後にトロンボーンのソロをお聴きください。はい、いかがだったでしょうか。個人的にはね、すごく気に入って使ってるんですが、いつも動画の最後に流してるエンディングテーマのブラス音源もこちらで作っています。また、ビッグフィッシュオーディオさんからは、ヴィンテージホーンズ2というこれの後継機種的なものも出てるんですが、そちらの方はメイシオ・パーカーやマイルス・デイビスといったアーティストの雰囲気が出るように作ってあるそうです。ですので、もっとソロとかのフレーズを吹くときにはそちらの方がいいのかなと思うんですが、残念ながらまだ持ってませんので、ぜひね、機会があったら手に入れてみたいと思います。またね、いいブラス音源あったらぜひ、コメント欄とかで教えていただけると助かります。もうずっといいブラス音源探してますので、ぜひぜひ教えてください。では今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。